皆さんこんにちは、ゴリアユです。いやー暑いですね。韓国ソウルも今週は気温が35度まで上がりました。暑いと食欲なくなるけど、暑いからこそしっかり食べて元気をつけないということで、今日は在韓14年目の私が食欲がない時に食べたくなる観光客のあんまり知らないご飯屋さんを紹介していきたいと思います。昔撮った動画も混ざっているのはご了承ください。まずは高まり。私は高まりが大好きなので、東大門の高まり通りには14年間通い続けてるんですけど、そんな私が東大門以外の場所で見つけてしまった美味しい高まり、ヨンドンポ駅から徒歩10分ほど、観光客はほぼゼロ、メニューなど日本語がないので注意。東大門とは違ってソースに入れるニンニクはないんですけど、スープの中にたっぷりニンニクが入っているのでご心配なく。このスープの絶妙な辛さ、そして僕たまらん、ちなみに結構水が欲しくなる辛さなんですが、隣のテーブルでは辛さ控えめでとオーダーしていたのを見たことがあるので、辛いのが苦手な人は参考までに。お餅が美味しくないとタッカンマリの美味しさが半減すると思ってるんですが、ここは合格。個人的には若干割れるまで煮込むのが好き。そしてベルを鳴らして店員さんを呼ぶとというのがこのお店のポイント。締めは麺を入れるかポクンパップをするかなんですが、個人的にはポクンパップはいまいちだったので麺がおすすめです。次はうどんです。といっても普通のうどんではなく、韓国語では機械うどんまたは即席うどんと呼ばれている、機械で打った麺で作る即席うどんのお店。昔ならではの機械うどんのお店はあちこちにあるし、スタイルも大体同じなんですが、味が微妙に違う。私が一番美味しいと感じたのはボラメ駅付近にあるお店。うどん、ジャージャー麺と基本メニューのバリエーションは大体どこも一緒です。不思議なことに機械うどんのお店はどこもこんな店内になっていて、鏡を前にして食べるんですよね。一説では狭い店内を広く見せるためとどこかで見たんですが、韓国の方真相を知っていれば教えてください。ティッシュの代わりにトイレットペーパーがぶら下がっているスタイル、めっちゃ久しぶりに見ました。うどんのビジュアルも正直どこの即席うどんも一緒なんですが、味が薄くてあんまり美味しく感じないところも多い中、ここは優しいけどちゃんとスープの味がしっかりして、食欲がない時とか病み上がりに食べたくなる味です。ものすごく美味しい味を期待して食べるわけじゃないんだけど、食べてたら最後まで完食しちゃう、そんな癖になるうどんです。次はヤンチェの方にあるトマトスジェビ。ここは私も 2,3 回しか行ったことなくて、動画も数年前のものになってしまうんですけど、お店もとてもおしゃれなのに料理が一つ一つ美味しいんですよ。中でも私が特に好きなのがトマトスジェビで、トマトの濃いスープにスジェビが入ってるんですけど、他ではなかなか食べられない料理味なので、ぜひ食べてみてほしい。ネイバーを見たらメニューにトマトスジェビがなくて、なくなったのかなと思ったら最新のレビューでは食べてる人がいたので、メインメニューではないだけみたいです。動画がないんですが、メインメニューのお肉と豆腐を煮た料理も美味しいのでぜひ。ただちょっとアクセスがしにくい場所にあります。駅からも20分は歩くので、車で行けるなら車がおすすめかもです。4つ目はクッタン。観光客が知らないとか言って知ってるところ出してごめんなさい。ただ正直14年間いろんなお肉屋さんに行ったけど、ここ以上のところに多分出会えてない。さすがミシュラン。モクサレが一番有名なメニューなので、私もいつもモクサレを注文してます。お肉もお肉だけど一番美味しいのはサイドメニューのチャパゲティです。半熟卵とトリュフをかけてくれるんですが、なんともやみつきになる味。正直お肉よりもこれ目当てで行ってるようなもんです。ちなみに審査店が一番有名だからか、今回行ったら日本人もたくさんいてびっくりしたんですが、正直夜はすごい待つので人があんまり多くないチャムシル店の方がおすすめです。あと気のせいかもしれないけど、チャムシル店の方がお肉が柔らかく感じるような気がします。なんででしょう。最後はこちら、建国大学付近にある刀削麺のお店。韓国で食べた中華料理の中で多分一番美味しいと思ってます。こちらも昔の動画で申し訳ないんですが、平日の夜でもお店の周りは番号札を持って待っている人で溢れてます。お店で麺を削ってる様子も見られるんですが、この麺のもちもち加減がやばい。一度食べたら忘れられない。ここはペダルもやってなくて持ち帰りするために訪れる人もいるほどです。麺以外の料理、ゴバロウだったりナスの揚げ物もすっごく美味しいので、3人以上で行ってたくさん頼んでみてほしいです。ただ基本夜は 1,2 時間待つので早めに行くのをおすすめします。あと最後とか言っておまけで別の刀削麺のお店もサクッと紹介すると、ミョンドン付近にあるこのお店も行列のできるお店で、汁のない炒めるタイプの刀削麺専門店みたいです。私はお
お肉と一緒に炒めたピリ辛のメニューを頼んだんですけど、麺が美味しいのはもちろんマーラータンとかが好きな人であれば多分めちゃくちゃ好きな味だと思います。こちらもぜひ行ってみてほしいです。ここまでが夏に食欲が湧くおすすめのご飯屋さんでした。本当は冷麺も紹介したかったんですけど、最近のおすすめをまだ見つけられてないので、見つけ次第また動画にしたいと思います。他にも私の著書ソウルな暮らし方でも暮らしのコツからおすすめのお店まで載せているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。それでは皆さん、暑いですが体調管理にはくれぐれも気をつけてくださいね。では次の動画でお会いしましょう。アンニョン。